おはようございます。本日2日目で天気は雨です。初日はホテルが予約できなかったため、自宅から始発電車に乗って戸塚駅まで移動しました。本日は戸塚駅前からスタートし、藤沢宿、平塚宿、大磯宿を経て小田原宿でゴールする予定です。やはり駅での食事といったら立ち食いそばですよね。これから歩くのでしっかりと朝食は済ませました。朝の通勤時間とも重なり、多くの人が戸塚駅を利用されています。雨がぱらついているので傘を差している人も多くいます。それでは2日目をスタートします。戸塚駅のバスセンター前交差点から少し進んだところに明治天皇も宿泊された沢部本陣跡があります。戸塚宿には本陣が2軒、脇本陣が3軒あったとされています。いずれも大名や幕府の役人など身分の高い人々が利用した宿泊施設となります。上方見附跡で京側の出入り口となります。戸塚宿としてはここまでです。次の宿場である藤沢宿に向けて進みます。旧東海道大阪は戸塚宿と藤沢宿の間にある坂道で、かつては松並木が続く急な坂でした。そして難所として知られていました。現在は坂が削られて緩やかになっています。目の前に見える国道1号線に合流し、小田原方面の左に進みます。ちなみにこの今いる道も1号線です。旧道です。戸塚をスタートした現時点では小田原での宿泊先は予約が取れていません。どこのホテルも満室なので、最悪本日も小田原から電車で一度帰宅する選択肢となってしまいます。3日目の明日は箱根越えを予定しているので、小田原で宿泊することを諦められません。本日は定期的に宿探しをしながら小田原まで進みたいと思います。原宿一里塚跡で日本橋から11里目にあたる一里塚の跡です。さて、この道路標識からするとお次の宿場の藤沢まで4キロ、本日の目標の小田原までは37キロです。そして大磯宿までは5里だそうです。1里は約4キロなので約20キロですね。ここには影取り立て場跡があります。当時はこの辺りにお茶屋さんがあったと思われます。立て場跡とは宿場と宿場の間に設けられた休憩所のことです。旅人や駕籠かきたちが一息つくための場所で、杖を立てて休んだことから立て場跡と呼ばれるようになったとも言われています。目の前にあるバス停の名前にもなっていますね。前方に藤沢バイパス出口交差点の横断歩道が見えてきました。なんだか複雑そうな交差点です。交通量も多いですね。この交差点で県道30号に入り、旧東海道を進みます。藤沢バイパス出口交差点から20分くらい歩いたところで一里塚跡の説明板があります。そして道路を挟んだ反対側にも案内板があります。どうやらここは遊行寺坂一里塚のようです。日本橋から12里目の一里塚となります。名前の通り藤沢の遊行寺付近に位置しており、周辺には今もその名が残されています。この坂を下ったところに見附があります。この先は藤沢宿となります。ここに藤沢宿の江戸見附跡があります。江戸川の出入り口になります。藤沢宿に入ります。藤沢宿は現在の神奈川県藤沢市に位置し、日本橋から約50キロ離れた6番目の宿場町となります。江ノ島への分岐点としてもにぎわい、旅人や参詣客で活気にあふれていたそうです。復元された考察場があります。あ、こんなに大きいのに気がつかず素通りしてしまいました。考察場は法令や禁令などを記した木の掲示板で、庶民への周知を目的として設置されていました。実際は遊行寺橋、旧小賀橋を渡ったところにあったそうです。その考察バートがあるところには藤沢宿についての解説板や案内板があり、藤沢宿を知ることができます。そして藤沢宿には枡形があります。宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を枡形と言います。遊行寺の脇から小賀橋、現遊行寺橋に至るクランクが見られます。軍事防衛上の必要から意図的に設けられたものとなります。現代の地図で当時の枡形を表現するとこのようなルートとなります。小賀橋、現遊行寺橋から5分程度歩いたところに牧田本陣跡があります。解説板は進行方向右に設置されています。藤沢宿には本陣が1軒、脇本陣が1軒置かれていました。本陣は大名や幕府の役人など身分の高い旅人が宿泊するための宿です。そして
牧田本陣跡からすぐの場所、道路左側に問屋場跡があります。藤沢宿の問屋場は大久保間尾と坂戸間尾の2カ所にあり、交代で問屋業務を担っていたとされています。陣馬の継ぎ立てや幕府の公用荷物、書状の中継などを行う重要な施設でした。問屋場から約500メートルほど歩いたところに京川の見附があります。そしてここに京見附がありました。藤沢宿の京川の出入り口になります。京見附から旧東海道を約3キロほど歩くと国道1号線に再度合流します。合流後左方向に進むとすぐに大山道の入り口があります。1676年に東海道と大山道が交差する四谷辻に不動堂が建立されました。その右手にある大きな鳥居は1661年に建てられ、1959年に再建されたものとなります。この鳥居は大山詣に向かう参詣者たちが通った道の入り口を示すものです。当時大山詣は大変な人気を集め、年間20万人もの参拝客が訪れたと言われています。道沿いには茶屋が立ち並び、にぎわいを見せていたそうです。四谷一里塚跡で日本橋から数えて13里目にあたる一里塚の跡です。なんだか雑な感じがしてしまいます。次も一里塚で、今度は茅ヶ崎一里塚跡となります。日本橋から14里目の一里塚です。こちらの一里塚は四谷と違って豪勢に飾られている感じがします。さて、茅ヶ崎一里塚跡から約2キロほど進んだところには旧東海道では珍しい光景を見る場所があります。それはここ南後の左富士碑です。通常東海道を江戸から京都に向かって歩くと富士山は右手に見えるものですが、ここ南後では左手に見える珍しい場所となります。東海道の中でもここ南後と静岡県の吉原の2カ所でしか左富士は見られないと言われています。ここは旧相模川橋脚です。この橋脚は1923年の関東大震災で液状化現象が発生し、水田の中から突然姿を現しました。歴史学者沼田頼助による調査で、1198年に源頼朝の重臣稲毛重成が亡き妻の供養のために架けた橋の遺構と交渉されました。この橋脚は1926年に国の史跡に、2013年には液状化現象の証拠を示す地震遺産として国の天然記念物にも指定されました。史跡と天然記念物の両方に指定された全国でも極めて珍しい遺跡です。現在は10本の橋脚が地中に保存され、その上にレプリカが池の中に設置されています。目の前に見えてくる道路標識には平塚まで3キロで小田原まで残り25キロとのことです。そして静岡までは118キロですか。徒歩だと118キロという数字は破壊力のある数字になりますね。心折れそうです。心が折れてしまう前に相模川を渡ってしまいます。風が強くかなり煽られます。川も風で刃のような模様ができています。徒歩で渡るとこの馬入橋もかなり長く感じます。風で前に進みにくいのもあるかもしれませんが、馬入の渡しです。江戸時代幕府は主要な河川に橋を架けることを原則として禁じていたため、相模川は渡し船で渡る必要がありました。馬入の渡しは馬入村をはじめとする周辺5つの村が協力して運営していたそうです。この渡しには人が乗るための小舟と馬が荷物ごと乗り込める馬舟がありました。馬入の一里塚で日本橋から15里目の一里塚にあたります。解説板と大きく立派な石碑で一里塚跡として残されています。これはかなり目立ちますね。この先に江戸見附があり、平塚宿となります。馬入一里塚跡から1キロほど進むと JR 平塚駅が見えました。大きくて立派な駅ビルですね。平塚宿の江戸見附に着きました。江戸川の出入り口になります。ここから平塚宿に入ります。この江戸見附には解説板と石垣が再現されています。江戸川からこの宿場に入るには馬入の渡しと呼ばれる渡し場で相模川を越える必要がありました。この馬入の渡しが現在の馬入橋という橋の名前の由来となっています。平塚宿は現在の神奈川県平塚市に位置し、日本橋から約62キロ離れた7番目の宿場町となります。平塚宿と次の大磯宿との距離はわずか3キロ足らずと非常に短いのが特徴です。これほど近くに宿場が設けられた背景には、徳川家康が鷹狩りの際に立ち寄った中原御殿の存在があったと言われています。この中原御殿は平塚宿から北約2キロほどの近い場所に位置していました。
平塚宿には脇本陣が1軒だけ設けられていたようです。幕府の法令や禁制を掲げる高札場が設置されていました。旅人や町人に重要な情報を伝える役割を担っていた場所です。平塚宿には東組と西組2カ所の問屋場があり、それぞれが10日交代で宿場の運営を担っていました。本陣も1軒だけ設けられていたようです。大名や公家など身分の高い人物の宿泊に使われました。西組の問屋場も東組と同様に10日交代で宿場の中核的な役割を果たしていました。京川の出入り口になります。この辺りまで来ると標高168メートルの高麗山が見えてきます。高さはさほどではないものの、間近で見るとそれ以上の迫力を感じさせる山です。かつて旅籠の主人が、あの山を越えなければ大磯には行けません、今夜はぜひ泊まって行ってくださいと旅人を引き止めたという逸話も残されています。平塚宿と大磯宿の距離が短かったことから、旅人の足がそのまま進んでしまうことを防ごうとした工夫だったのかもしれません。京形見附跡から国道1号線を歩き、化粧坂交差点を右方向に進み、再度旧東海道に入ると景色は松並木に囲まれた街道となります。この道の途中に一里塚後の開設板が見えてきます。化粧坂の一里塚で日本橋から16里目にあたる一里塚です。旅人たちの道しるべとして多くの人々がこの地を通り過ぎていきました。一里塚を後に少し進むと JR 東海道本線が目の前に現れます。旧東海道は線路の先で続いています。徒歩や自転車が通ることができる地下トンネルの歩道で線路の反対側に移動します。ここから少し先のところに江戸見附があります。大磯宿の江戸見附に着きました。江戸川の出入り口になります。ここから大磯宿に入ります。ここには開設板が設置されています。大磯宿は現在の神奈川県中郡大磯町に位置し、日本橋から約65キロ離れた8番目の宿場町となります。平安時代の末期には相模国の国府がこの地に置かれ、東海道に電馬制が整備される以前から宿場機能を持った町として発展していたとされています。歴史ある大磯宿ですが、前後に大きな宿場である平塚宿と小田原宿が控えていたため、旅人が通過してしまうことも多く、比較的こじんまりとした宿場町だったと言われています。大磯宿には北組と南組の2カ所に問屋場が設けられていました。問屋場は幕府の公用物資や書状を運ぶ継ぎ飛脚や陣馬の手配などを行う重要な施設でした。大磯宿には3軒の本陣がありました。一方で脇本陣は設けられていなかったようです。北組と同様に南組の問屋場も宿場の運営を担っていました。大磯宿の歩道は幅も広めで整備もされていて歩きやすいです。ここは上方見附で京川の出入り口となります。ここで大磯宿を出ます。江戸見附同様に開設板が設置されています。歩道橋に設置された道路標識には小田原まではあと18キロと書いてあります。まだまだ距離があります。そして沼津は56キロ、あさってには通過していたいです。ここから歩道の素材が変わります。ウレタンのような素材が使われているのか、クッション性があり歩きやすくなっている気がします。この歩道を少し進んだところに旧大隈重信別邸があります。明治から昭和にかけて大磯は政財界の要人たちに愛された避暑地でもありました。この地には大隈重信の旧別邸をはじめ、伊藤博文や陸奥宗光の旧邸宅も残されています。旧大隈重信別邸からさらに20分程度進んだところに旧吉田茂邸があります。旧吉田茂邸は1884年に養父吉田健三が取得した土地に建てられたもので、吉田茂は1945年から亡くなる1967年までをこの邸宅で過ごされました。現在は記念館として整備されており、近代日本の政治史に触れられる場所となっています。佐川川の私の石踏みです。江戸時代、佐川川には橋がなく、旅人は川越し人足を雇い川を越えなければなりませんでした。江戸時代の初期に江戸防衛上の理由から船渡しは禁止され、勝ち渡しに限られました。このため水量が増える夏場には川越人足の助けを借りて渡りました。この制度は1871年に廃止されました。案内板があります。小田原城まであと2キロのところまでやってきました。本日のゴールも目の前です。小田原城までの案内板から少し進んだ先の歩道橋の横に江戸見附跡がありました。江戸川の出入り口で、ここから小田原宿に入ります。
解説板があります。あと一里塚もあります。山王原一里塚で日本橋から20里目の一里塚となります。小田原宿は現在の神奈川県小田原市に位置し、日本橋から約80キロ離れた9番目の宿場町となります。正面の T 字路を右に進むとかまぼこ通りだそうです。ここ小田原はかまぼこでも有名です。相模湾で水揚げされる魚を保存するために誕生した小田原かまぼこは、板の上に乗せる現在の形もここが発祥と言われています。このかまぼこ通りはかまぼこを中心とした加工品や干物や鰹節や和菓子や飲食店などが軒を連ねている通りです。江戸から明治期の風情を再現した通りとなっています。かまぼこやさつま揚げの食べ歩きもできるそうです。老舗のかまぼこ店が多く、お土産を探している人にもおすすめです。場所は変わって小田原城の外堀にかかっている橋の前です。学び橋です。この橋は昭和4年に建てられたそうです。北条氏の城下町として発展したこの地は、東に酒匂川、西に箱根山を控えた要衝にありました。翌日に控える箱根御苑の前に、多くの大名や旅人がここで宿を取ったことから、小田原宿は東海道随一のにぎわいを誇る宿場町となりました。すっかり日も沈み、城内のあちらこちらでライトアップがされています。桜の開花時期とも重なり、桜がライトアップされていて綺麗な景色となっています。ご覧のように桜が咲いている季節なのですが、気温の方はまだ低く、コートを着ている人も多く見かけます。ですが桜が開花しているこの景色のおかげで寒さも忘れてしまいます。そして奥に見えているのは道門です。この門は小田原城二の丸の表門で、本丸や天守への道を防御する要となる枡形の門となります。階段を上がり、綺麗な朱色で塗られた橋を渡り、さらに階段を上ったところが常盤木門となります。小田原城本丸には常盤木門、黒金門の2つの城門がありました。このうち常盤木門は本丸の正門にあたり、重要な防御拠点であったために、他の門と比べても大きく堅固に作られていました。この常盤木門は昭和に入り改めて再建されたものとなります。巨大な枡形の形で復元されています。常盤木門を通り抜けると小田原城が見えてきます。桜の木々がライトアップされ、小田原城を着飾っています。小田原城の起源は室町時代の15世紀後半にまで遡ります。戦国時代には関東を支配した五北条氏の本拠地となり、堅牢な総構を持つ難攻不落の城として知られました。総構とは城とその城下町全体を囲う堀と土塁を備えた防御構造で、全長はなんと約9キロにも及びました。土塁とは土を盛り上げて作った防御施設や堤防のこととなります。1590年豊臣秀吉による小田原攻めの際、北条氏は約3ヶ月にわたって籠城を続けましたが、最終的には降伏し、城は開城されました。江戸時代には徳川幕府の下で再整備され、東海道の防衛拠点としての役割を担います。城の周囲には町が形成され、小田原宿はその一角として繁栄しました。本日も電車で帰宅することを覚悟していましたが、夕方に宿検索したら空きのホテルがあったので宿泊することができました。本日の宿泊先はビジネスホテル伊勢です。宿泊できることが最高でした。そしてウイローを買いに小田原駅へ。栗まんじゅうの月のうさぎも購入しました。ホテルにチェックインして月のうさぎをいただきました。ちなみに本日の夕食は吉野家の牛丼でした。ウイローは後日いただきます。2日目はここ小田原宿までとします。ここまでご視聴いただきありがとうございます。